東京大学総合文化研究科の馬場です。人工知能と機械学習の講義を始めます。これまで皆さんはデータサイエンスの一連の講義を通じてデータの収集方法や取り扱いの方法、また可視化や統計処理といったデータの分析方法について学んできたと思います。このビデオ講義では発展的話題として人工知能と機械学習について紹介します。人工知能という言葉はさまざまなメディアやコンテンツで皆さん耳にしていることと思います。人工知能は数十年前から研究されていましたが、2010年代に入って大きく発展し、実用化が進むようになりました。その背景にあるのが大量のデータからルールを学習する機械学習技術です。大量のデータを活用するという点で、機械学習はデータサイエンスの一種と位置づけることができます。本講義の前半では人工知能がどういうものでどういうところで活用されているのか、今の人工知能には何ができるのかについて解説します。また後半では機械学習がどういうものでどのようにデータから学習するのかという機械学習の仕組みを簡単に解説します。それではまずは人工知能についてです。人工知能にはさまざまな定義がありますが、人工知能研究の第一人者であるジョン・マッカーシー教授は、人工知能は知的な機械、特に知的なコンピュータープログラムを作る科学と技術だと述べています。知的な機械、コンピュータープログラム自体を指して人工知能と呼ぶこともよくあります。従来の機械、コンピュータープログラムは知的ではなかったのですが、これを知的にしようという試みが人工知能です。知的ということを定義するのは難しいのですが、大まかには人間が知能を使ってできるのと同じようなことができれば知的だと言えます。そのような知能をコンピュータープログラム、つまりコンピューターによる演算処理によって実現することを目指しています。ところで人工知能というとドラえもんやターミネーターのような実体のあるロボットをイメージする人も多いかと思います。しかし人工知能はコンピュータープログラム、つまりロボットの脳のような部分のことを指します。人工知能は実体があってもなくてもよく、我々の見えないところで裏方のように働く人工知能がすでに社会や日常の中で活躍しています。そのような例を後ほど紹介していきます。ここで例として手書きの数字を認識するコンピュータープログラムを考えます。手書きの郵便番号を認識するような状況を想像してください。マス目に手書きで一つの数字が書かれており、これが0から9のどれに当てはまるのかを認識します。コンピュータープログラムに手書き文字を認識させる単純な方法として、認識のためのルールを用意してコンピュータープログラムとして記述する方法が考えられます。例えば、ある手書き文字を1だと判断するためにどんなルールを与えればいいでしょうか。1は真ん中に書かれることが多そうなので、両端にスペースがあれば1だと判断できそうです。ルールは計算可能な形で与えられないといけないので、例えば左右3分の1の領域が白色なら1というルールを考えてみます。この1の画像についてはこのルールでうまくいきそうですが、この9の画像でも左右3分の1の領域が白なので、本当は9なのに1だと判断されてしまいます。このようにさまざまな筆跡の手書き文字に対してそれらを網羅するようなルールを計算可能な形式で定めるのは困難です。人間はこのようなルールを経験を通じて学習することができます。例えば日常において数字を見る中で、それぞれの数字を他の数字と区別するための特徴的な部分を見出してルールを構築することができます。人間が自然に行っている経験からの学習をコンピュータで実現するための技術が機械学習です。
例えば0の手書き文字の例、1の手書き文字の例などを教材としてコンピュータに与えます。そして教材からルールを学習する方法をコンピュータプログラムに指示します。これによりコンピュータ自身にルールを学習させます。近年の人工知能は機械学習を用いることで高度な知的処理を実現しています。人間は少数のルールから類推して判断することができますが、コンピューターにはそれは困難です。例えば、さまざまな筆跡の手書き文字に当てはまるルールを得るためには、大量の手書き文字の例を教材として与え、複雑なルールを学習させる必要があります。従来は大量のデータを獲得し、それを処理することは困難でしたが、インターネットやスマートフォンの普及により、膨大なデータが蓄積されるようになったことと、コンピューターの性能が向上したことで、今日では機械学習を利用した人工知能が主流となっています。このように学習したり推論したりすることで知的に振る舞う人工知能が私たちの日常のさまざまな場面で活用されています。代表的な例にスマートスピーカーがあります。Amazon エコーや Google ホームに代表されるスマートスピーカーは、人間が音声で与える指示に従い、音楽再生や天気の案内、タイマーの設定などさまざまな動作を行います。多くのスマートフォンにも同様の機能が搭載されています。ロボット掃除機も身近な人工知能の例です。ロボット掃除機はセンサーを利用して部屋の情報を収集し、障害物を避けながら部屋全体の掃除を行います。スマートスピーカーやロボット掃除機は家電に人工知能を搭載した分かりやすい例ですが、裏方のような人工知能の例もあります。その一つが顔認証です。顔認証はスマートフォンのロック解除や空港の入出国手続きなどで用いられており、カメラの前にいる人物が登録されている人物と同一人物かどうかを判定します。さまざまな照明環境や顔の向き、帽子やメガネの有無に対応できるように人工知能が活用されています。動画配信サービスや通販サイトなどで用いられるコンテンツや商品の推薦も身近な例です。過去の閲覧履歴や購買履歴を利用して各自の好みを推測し、その人が好むアイテムを提示するのに人工知能が用いられています。このように人間の生活を便利にするために人工知能が活用され始めています。さらに人工知能は一部の問題において人間を超える知能を発揮し始めています。例えば2011年には IBM が開発したワトソンという人工知能がジョパディというアメリカのクイズ番組に出演し、この番組の常連出演者2名を破り優勝するという快挙を達成しました。また日本の国立情報学研究所が中心となって進められたトーロボくんというプロジェクトでは、人工知能が人間の受験生と一緒に大学入試模試に挑戦し、2015年に数学や世界史では偏差値60を超える成績を収めました。このような知識を問う問題のほかに、ゲームでも人工知能は人間を超え始めています。1997年には IBM が開発したディープブルーがチェスの世界チャンピオンに勝利しましたし、2017年には Google が開発したアルファーゴが囲碁の世界チャンピオンに勝利しています。ここまで日常にある人工知能や人間を超える人工知能について紹介してきました。ここでこれまで紹介した人工知能の共通点に気がついた人はいるでしょうか。それは特定の問題しか解くことができないという点です。ロボット掃除機は掃除しかできませんし、チェスの人工知能はチェスしかできません。トーロボくんの例でも数学と世界史では異なる人工知能が使われています。
人工知能は大きく分けると特化型と汎用型の2種類に分けることができます。特化型の人工知能はある特定の問題において知的に振る舞うように作られています。人間を超えることもありますが、あくまで特定の問題だけでの話です。一方、汎用人工知能はさまざまな問題において知的な振る舞いをすることができます。人間は例えば外国語を話したり絵を描いたりと、一人の人間がさまざまな問題を解くことができます。人間のように汎用的な知能を発揮するのが汎用人工知能です。実は現在実用化が進んでいる人工知能は特化型の人工知能で、汎用人工知能は未だに実現されていないという状況です。例えばドラえもんの頭脳は日本語や猫語を話したり、秘密道具の修理ができたり、漫画を読むことができたり、状況を理解して適切な秘密道具を選ぶことができる汎用人工知能ですが、このような人工知能は現実にはまだ実現されていません。特化型の人工知能の研究開発は進んでおり、人工知能にできることがどんどん増えています。これから画像、言語、音声などの領域で今の人工知能にできることをいくつか紹介していきたいと思います。まずは画像に関してですが、今の人工知能はまず写真を見て、それに何が写っているかを認識するということができるようになっています。例えばこの右上の写真を見て、猫と犬が写っているということが認識できます。また写真の中に写っている人物を認識することができます。このような技術は例えばパン屋などで利用されていて、トレイの上のパンの種類を自動認識して金額を自動計算する仕組みが実際に使われています。またスマートフォンのロック解除のような顔認証でも同様の技術が使われています。さらに発展して写真の中のどこに何が写っているかを認識することもできます。例えば上段の写真のように犬がどこに写っていて猫がどこに写っているかを認識することができます。自動運転や医療画像診断などでこの技術は使われています。同様のことを動画に適用して監視カメラの中の特定の人物や物体の動きを追跡するようなこともできます。また最近では本物の写真のような画像を人工的に作り出すこともできるようになっています。中段の画像では本物の写真は一番左のインプットの写真だけです。右側の3枚の写真はその人物の表情を人工的に変化させて生成したものになっています。まるで本当にその人が怒っているかのような偽の写真を作ることができるようになっています。線画への自動色塗りなどでも同様の技術が使われています。さらに自然言語による指示により写真やイラストを生成する技術も実現されています。例えば一番下の写真では A photograph of an astronaut riding a horse という指示に対して適切な画像が生成されています。次に言語に関する例を紹介します。今の人工知能には例えば文章を特定のカテゴリーに分類するということができます。ニュースの文章からそれが政治に関するものか芸能に関するものかという分類をすることができますし、あるいは口コミの文章が肯定的なのか否定的なのかと分類することができます。またソーシャルメディアに投稿された文章が投稿ルールに違反するかどうかを検出することもできます。ある文章を別の言語に翻訳する人工知能も近年開発が進んでいます。画像の技術と組み合わせて看板やメニューのような写真中の単語を翻訳する人工知能も作られています。ウェブ検索エンジンで用いられる情報検索の技術も人工知能によって実現されています。ユーザーが与えたキーワードに基づいて特定の情報が掲載されている可能性が高いウェブページを提示することができます。またクイズ用の人工知能を応用して
質問文に対して答えを返す人工知能も開発され、サポート業務などでの利用が期待されています。汎用的な言語運用能力を獲得した大規模言語モデルも開発が進められています。大規模言語モデルは大量の文書データを利用して文章中の単語の一部を隠したときにそれ以外の部分から隠された部分を予測することができるモデルを事前学習したものです。これにより大規模言語モデルは与えられた文章の続きを生成することができます。大規模言語モデルの一種である GPT を対話形式で使えるように調整したチャット GPT はチャット形式での質問応答以外にも翻訳や要約などさまざまな用途で高い性能を発揮しています。汎用人工知能の実現に向けて一歩前進したと見なすことができます。言語処理以外に画像処理でも大量の画像データから汎用的な視覚特徴を獲得した事前学習済みモデルが活用されています。事前学習済みモデルはさまざまな種類の物体や特徴を認識する能力を獲得していて、これをベースにして画像分類や物体検出などのタスクに必要な部分だけを追加学習することで学習を効率化できます。言語処理における大規模言語モデルや画像処理における事前学習済みモデルのようにさまざまなタスクに活用できるモデルのことを基盤モデルと呼びます。音声に関する例としては、まず音声認識があります。人間が話した音声を文章として書き起こすということができるようになっています。講義のリアルタイム書き起こしのようなことが実現され始めています。逆に文章から人間が話しているような音声を合成することもできます。駅のアナウンスなどで使われているのを耳にした人もいるのではないでしょうか。文章の読み上げアプリケーションも提供され始めています。また、話し声から誰が話しているのかを認識することもできるようになっています。音声認識と組み合わせて会議の議事録の作成などに役立つ技術です。最後にロボットの例です。今のロボットはセンサ情報を利用して周囲に何があるかを理解することができるようになっています。ロボット掃除機では障害物の有無を検知するためにこの技術を使っていますし、自動運転でも重要な技術となっています。また、経路や行動計画もできるようになっています。これは倉庫などである特定の品物を取りに行くような指示があったときに、具体的にどのような経路を通ればいいのかを計画したり、品物の前までたどり着いたときにそれを持ち上げるために体のどの部分をどのように動かせばいいかを計画する技術です。倉庫でのピッキングのほかにも自動運転や部屋の片付けなどさまざまな分野で開発が進められています。ここまで現在の人工知能は特化型で、いろいろな分野で特化型人工知能が開発されているという話をしてきました。ここから特化型人工知能の組み合わせでより複雑なことを実現している事例を2つ紹介します。1つ目が人間が音声で与える指示に従って動作するスマートスピーカーです。スマートスピーカーはおおむね次のような手順で動作します。まず周囲の音声からHey Siri や OK Google、Alexa のような起動キーワードを検知します。ここでは音声認識の技術が使われています。次に明日の天気を教えてのような指示を人間が音声で与えるわけですが、この音声を文章として理解します。ここでも音声認識の技術が使われています。次に指示の内容から目的を類推します。ここでは文書分類の技術が使われています。明日の天気を知りたい場合でも
さまざまな言い回し、例えば明日の天気はとか翌日の天気予報はなどがあるため分類が必要になります。最後に目的に応じた行動をしますが、場合によっては音声合成によって返答をします。このように音声や言語に関する特化型人工知能を組み合わせてスマートスピーカーは実現されています。次の例は自動運転です。自動運転車にはセンサやカメラが搭載されています。これらを利用してまず道路上の他の車両や歩行者、自転車走行者の位置などを検知します。また信号の色なども検知します。ここでは環境認識や物体検出の技術が使われます。次に車両や歩行者といった移動体の次の行動や移動先を予測します。これらの情報を使って経路計画の技術を使い、他の車両や歩行者、障害物との衝突を避けながら目的地に近づけるように経路や速度を計画します。また計画に従うためにアクセルやブレーキペダルをどの程度踏み、ハンドルをどう操作するのかなどの具体的な行動を計画します。このように自動運転という極めて高度なことができる人工知能もさまざまな特化型人工知能の組み合わせで実現されています。それでは人工知能のまとめです。人工知能は知的なコンピュータープログラムであり、近年の多くの人工知能は機械学習を用いてデータからルールを学習することで知的な処理を実現しています。日常のさまざまな場面で人工知能が使われており、クイズやゲームでは人間を超える人工知能も登場していますが、今の人工知能は特化型である特定の問題しか解くことができません。画像や言語などさまざまな分野で特化型人工知能の開発が進められていて、それらを組み合わせることでスマートスピーカーや自動運転のような高度な人工知能が実現されつつあります。また大規模言語モデルのようなさまざまな用途で活用できる人工知能も登場しており、汎用人工知能の実現に向けての一歩が踏み出されています。ここまで紹介してきた人工知能の事例の多くは機械学習によって実現されています。ここからは機械学習の仕組みを簡単に解説していきます。機械学習はコンピュータープログラムがデータからルールを学習できるようにする技術です。最初の方で手書き文字認識の例を紹介しました。その例では手書き文字とそれに対応する数字の例を使ってルールを学習していました。このルールというのは手書き文字という入力と数字という出力を対応づけるルールです。機械学習ではこのように大量の入出力例のデータを教材としてコンピュータープログラムに与えます。そのデータを使い入力と出力を対応づけるルールを学習させます。このフェーズを学習と言います。学習したルールを使って新しい入力に対する出力を予測するのに用いることができます。このフェーズを推論と言います。手書き文字認識の場合は入力が手書き文字、出力が数字でした。他の例も見ていきましょう。例えば物体検出の場合は入力が画像で出力が物体とその位置になります。音声合成なら入力は文字列で出力は音声です。機械翻訳なら入力はある言語で記述された文章、出力は目的の言語の文章となります。テキストイメージなら指示文章が入力で出力は画像となります。機械学習では入力と出力を対応づけるルールを学習するために大量のデータが必要となります。機械学習が発展した背景にはセンサやスマートフォンの普及により
あらゆる物事がデータ化されるようになったこと、またインターネットやウェブサービスの普及でそれらのデータが共有および蓄積されるようになったことがあります。皆さんの中でソーシャルメディアを利用している人も多いと思います。皆さんのソーシャルメディアへの投稿も機械学習のデータとして活用されています。例えば、投稿した写真とそれにつけたタグや文章が画像認識のための教材データとして使われます。また、ウェブ検索エンジンを用いて皆さんがウェブページを検索したときに実際にクリックして開いたウェブページの情報が情報検索のための教材データとして使われます。皆さんはこれらのサービスを便利なものとして無料で利用していますが、その裏ではデータが吸い上げられており、人工知能がルールを学習するために使われているのです。またさらにウェブサービスを無料で提供する企業は機械学習を使って収益を上げています。その代表例が広告です。検索エンジンやソーシャルメディアで広告が提示されるのを皆さん目にしたことがあると思います。これらの広告は皆さんのウェブサービス上での行動から皆さんの興味を推測し、皆さんがクリックしそうな広告を選んで提示しています。皆さんが広告をクリックしたり、実際に商品を購入したりすると、広告が出ていた検索エンジンやソーシャルメディアの運営会社が利益を受け取る仕組みになっています。このように利益を上げることで、ウェブサービスを無料で提供することができ、そこからさまざまなデータを収集して人工知能の学習に用いるという仕組みが生まれています。さて、ここからは機械学習の仕組みを説明していきます。例題としてペンギンの分類ルールの学習を用います。あなたは今南極調査に参加しているとします。あるペンギンを見つけたときに、それがジェンツーペンギンなのかアデリーペンギンなのかを分類したいとします。遭遇するペンギンはこの2種類だけだと仮定します。途中まではペンギンの専門家が同行して見つけたペンギンがジェンツーなのかアデリーなのかを教えてくれるとします。専門家が離れた後は自分で分類しなければなりません。そのためにあなたは機械学習を使うことにしました。専門家は翼の長さと体重から分類ができると教えてくれました。あなたは専門家がペンギンの種類を分類するたびに翼の長さと体重とペンギンの種類を記録しました。これによりこのスライドに示すような表が用意できました。このような入出力の例のデータを訓練データと呼びます。訓練データを用いてルールを学習します。あなたの目的は新しいペンギンの個体に遭遇したときにその翼の長さと体重からジェンツーなのかアデリーなのかを正しく分類することです。これを実現するためのルールの学習を目指します。なお、機械学習で用いる訓練データは数値化されている必要があります。例えば、訓練データが画像の場合は、画像のそれぞれのピクセルの色の濃さを数値にし、画像を行列で表すということをします。文章が入力の場合には、例えばそれぞれの単語に番号を割り振り、単語の登場順にその番号を並べてベクトルを作るというやり方があります。さて、ペンギンの分類に話を戻します。ジェンツーかアデリーかを分類するためのルールはどのようなものになるでしょうか。簡単には体重が 4000g 以上ならジェンツーとか、翼の長さが 200mm 以下ならアデリーというようなルールが考えられそうです。先ほどの訓練データをプロットすると左の図のようになります。それぞれの点が一つの個体に対応します。青い点がジェンツーの個体、オレンジの点がアデリーの個体です。体重が 4000g 以上ならジェンツーというルールを図にすると右の図のようになります。図の中の
黒い線より上側、つまり青色の領域に属する個体はジェン2で、下側、つまりオレンジ色の領域に属する個体はアデリーと分類するルールになります。このルールは体重だけに着目していますが、翼の長さが185から200ミリメートル付近の個体は、体重が4000グラム以上でもアデリーの場合があります。体重と長さの両方に着目する必要がありそうです。翼の長さと体重の両方に着目したルールとして、例えば左の図のようなものが考えられます。先ほどと同様に、青色の領域に属する個体はジェン2で、オレンジ色の領域に属する個体はアデリーと分類するルールになります。この図で示しているルールは、具体的には 88× 翼の長さ足す体重が22,249以上ならジェン2、それ以外ならアデリーと分類するルールになっています。88× 翼の長さ足す体重のようなルールを表す数式をモデルと言います。今回のような入力の値それぞれを定数倍してそれを足し合わせたモデルは線形モデルと呼ばれ、単純ですがよく使われます。このスライドに今まで見た2つのルールを載せています。いずれのルールでもオレンジ色の領域にあるオレンジ色の点はその個体が正しくアデリーと分類されていることになります。一方、青色の領域にあるオレンジ色の点は実際はアデリーの個体であるにもかかわらず、ルールを適用するとジェン2だと誤分類されることになります。誤分類される個体を赤色で示しています。機械学習では訓練データに適用したときに誤分類が少ないルールの学習を目指します。そこで誤分類の多さを損失という点数で表します。損失の具体的な計算方法はここでは説明しませんが、大雑把に言えば損失は誤分類の割合です。左のルールは誤分類が多いため損失が大きくなっています。一方で右のルールは誤分類が少ないため損失は小さくなっています。機械学習の目的は損失が最小となるルールの獲得です。そのようなルールをいきなり見つけるのは難しいので、適当に設定したルールから始めて損失が小さくなるようにルールを少しずつ調整するという手続きを取ります。この手続きは勾配効果法で実現されます。このスライドでは左から右の順にルールの学習が進んでいます。ルールの学習が進むにつれて誤分類が少なくなり、損失が小さくなっていきます。勾配効果法はモデルを制御するパラメータを適当な初期値に設定し、その地点から損失を最も減らす方向に少しずつ進んでいくことで損失が最小となるルールを見つけます。ここまでは直線の境界線で表現される簡単なルールを見てきました。左上のようにプロットされる訓練データの場合、どのように直線を引いてもオレンジ色の点と青い点をうまく分けることができません。つまり直線で表される線形モデルでは訓練データに当てはまる良いモデルを得ることができません。直線よりも複雑なルールを学習するのに使われる手法の一つが深層学習です。深層学習を使うとこのような複雑なルールを学習することができます。他のさまざまなデータに対して深層学習で学習したルールの例も示します。渦巻きのような複雑なルールを深層学習を使って学習できています。深層学習の仕組みをごく簡単に説明します。まずこれまで見てきた線形モデルによる単純なルールをこのような
模式図で表します。翼の長さと体重を入力として受け取り、それぞれを定数倍したものを足し合わせます。その値を利用してジェンツーかアデギーかを分類します。深層学習ではこのようなユニットを多層に組み合わせることで全体として複雑なルールを構成します。特に各ユニットで入力の線形和に対して非線形関数を適用することで表現力を高めています。ルールがこのように複雑になっても損失が最小になるようなルールを勾配効果法を用いて見つけるという学習の基本的な枠組みは変わりません。ペンギンの分類の例では、訓練データに存在しない新しいペンギンの個体をジェンツーかアデギーか正しく判定できるルールの獲得が学習の目的でした。訓練データに適合しすぎたルールは新しいデータに対して誤った判定をする恐れがあります。まるで問題集は完璧に解けるけれども本番の試験がまるで解けないような学習方法ということになります。このようなルールが訓練データに当てはまりすぎる現象を過学習と言います。特に深層学習を用いて複雑なルールを学習した場合に過学習が起こりやすいです。過学習を防ぐ手段には訓練データを増やすことやモデルの複雑度を下げる生息化という方法があります。新しいデータを正しく判定できる能力を汎可能力といい、機械学習に特有の考え方になっています。学習したルールが過学習を起こしていないかを確認するために、訓練データとは別に用意したテストデータが用いられます。テストデータは模擬試験に相当するルールの実力を確認するための初見のデータです。訓練データでは誤判定が少ないのに、テストデータでは誤判定が多い場合、そのルールは過学習していることになります。訓練データでの誤判定の多さを訓練誤差、未知のデータでの誤判定の多さを汎可誤差と言います。テストデータでの誤判定の多さは汎可誤差の近似とみなすことができます。さて、ここまで機械学習の仕組みを紹介してきました。実際に機械学習を使ってみたいと感じた人もいるかと思います。機械学習の実装は今はとても簡単に行うことができます。実装が簡単になったことも機械学習の発展の理由の一つです。機械学習の実装では Python というプログラミング言語が主に使われます。広く用いられている Python の機械学習ライブラリに scikit-learn があります。この scikit-learn を使うと簡単なものであれば機械学習の実装がわずか数行で行えます。実際のコードの例をここに示しています。このコードでは2行目で使用する機械学習モデル、つまりルールの形式を宣言し、3行目で X トレイン、Y トレインという訓練データを用いてルールの学習をしています。4行目では別のデータに対して学習したルールの適用を行っています。3行目のルールの学習のところでは、このわずか1行のコードで損失関数の計算や勾配効果法の適用という複雑な手続きを実行することができています。また、機械学習の練習や腕試しをする場として機械学習コンペティションがあります。代表的なものはカグルです。カグルではタイタニック号の生存者予測や物件価格の予測のような実践的な機械学習の課題とデータが提供されていて、自由に取り組むことができます。テストデータと呼ばれる訓練データに含まれないデータに対する判定結果をカグルに提出すると、その正しさをスコアとして算出してくれます。このスコアは公開され、他の参加者と比べることができます。練習用の課題の他にも、ニュースからの株価の予測や
商品説明文からの価格の予測のような企業が実際に解決したい課題を対象にし、コンペティションも開催されていて、これらのコンペティションで上位になると賞金を獲得することもできます。それでは機械学習のまとめです。機械学習では大量の入出力例のデータを訓練データとして使って入力と出力を対応づけるルールを学習します。訓練データへの当てはまり具合を用いてルールの良し悪しを評価し、訓練データにできるだけ当てはまるルール、つまり損失が最小となるルールを購買効果法を用いて見つけます。ルールが訓練データに当てはまりすぎる現象を過学習と言い、注意する必要があります。この講義を通じて人工知能と機械学習に興味を持った人は、今はさまざまな日本語の参考書が出ていますので、それらでより深い知識を身につけたり、あるいはさまざまなライブラリやカグルなどを使って機械学習の実装を試してみてもらえればと思います。以上で人工知能と機械学習の講義を終えます。